はい、皆さんこんにちは、ファナンです。今日はですね、朝鮮王朝の王様についてですね、シリーズでお話ししています。今日は15代目のですね、クァンヘ軍についてお話をしていきたいと思います。このチャンネルはですね、このようにですね、韓国や朝鮮に関する歴史や文化についての解説、それから現地のですね、さまざまな現場における遺跡やですね、史跡といったものを動画で配信しております。前回まではですね、この孫朝14代の王様についてお話をしました。で、今日はですね、クァンヘ軍なんですけども、この軍というですね、ついてるくらいですね、王様としてのですね、評価っていうのは良くなかったんですね。で、今まではヨンサン軍というですね、王様がいましたけども、この2人がですね、君というですね、名前がついています。でこれはですね、この王様であったんですけども、暴君としてのですね、悪い政治をしたというようなところで作られているんですけども、最近になってですね、徐々にこの韓英軍の評価っていうんですかね、変わっていって、そして名君であったというような評価もなされています。この韓英軍に関してはですね、最近その韓国のドラマですね、王になった男をはじめとしてですね、たくさんのその背景になっているその話題としてですね、上りやすいそういう王様であると言われています。実際どうなったかということについてですね、今日は見ていきたいと思うんですけども、韓英軍はですね、1575年から1641年まで、生存したということなんですけども、実際この韓英軍はですね、正室から生まれた子供ではなくてですね、側室から生まれた子供であったと。で、正室であったですね、イン王妃というですね、こちらに書いてありますけども、体が非常に弱くてですね、子供が生まれなかったというようなところで、側室からこの王のですね、候補として上がっていったわけですね。で、韓英軍にはですね、お兄さんがいて、イメ軍というですね、お兄さんがいたんですけども、実際にはこの当時ですね、文禄の役ですね、前回ですね、孫女のところでですね、出てきましたけども、この時に、こちらのお兄さんのですね、イメ軍ですね、臨海軍の方はですね、捕虜として、加藤清正のですね、捕虜として捕まってしまったというようなところで、韓英軍はですね、どちらかというと、この義兵軍を集めてですね、国のためにですね、戦ったというような民衆からのですね、人気もあってですね、そして、王のですね、候補として、王世子というんですけども、与えられていくわけですね。しかしながらですね、1606年にですね、ヨンチャンテ軍ですね、こちらのこの漢字で書いてますけども、孫女のですね、正室ですね、新しい正室、この妹王妃という妹王妃からですね、正室から生まれてくるわけですね。ですからこの孫女からしたらですね、実際には自分もその正室からの子供ではないと、諸子というそのコンプレックスですよね。ですから自分の子供にはですね、やはり側室から生まれたですね、ちゃんとした系統の子供を残したいということもあってですね、ヨンチャンテ軍がですね、生まれてくるわけですね。しかしながらもうすでにですね、この韓英軍に対してはですね、王の候補として身分を与えられているので、ここら辺がですね、なかなか難しかったというんですね。この当時からですね、この孫女とですね、韓英軍の間がですね、なかなかそのぎこちない、ぎくしゃくした関係になっていたというところで、それと同時にですね、この朝鮮でこの朝廷ですよね、政府においてはですね、その王子にその候補になっているですね、王様についているその派閥があるっていうんですね、推薦するですね、派閥として、帝木派とですね、総木派、それから蘇院派というですね、このサリン派においてもいくつかの派閥に分かれている中でですね、その一番大きかった派閥の帝木派、大きい北と書きますけども、この帝木派がこの韓英軍を推していたわけですね。しかしながらこの蘇北派ですね、小さい北の派閥はですね、ヨンチャン軍を推していくというようなところで、この王様になるためのですね、背後にですね、この官僚たちのですね、熾烈なこの派閥争いが加わっていくわけですね。
1608年にですね、孫女はこの亡くなって、すぐはして、死んでしまうんですけども、結局は孫女はですね、自分の子供にですね、王様としての任命を与えずにですね、そして死んでしまうというところにおいてですね、自動的にこの関永軍が王様になっていくというところなんですね。実際にはこの本心ではですね、孫女はヨンチャンテ軍を子供のその王様にしたかったわけなんですけども、しかしながらそれが叶わずにですね、死んでいくというようなところで、この派閥争いもですね加わってですね、ある時ですね、このヨンチャンテ軍がですね、その王位をですね、狙っているというようなですね、嫌疑がかけられてくるわけですね。でそういった中でその王様をですね、何か殺そうというですね、企みがあるんではないかというようなところであってですね、最初ですね、このヨンチャンテ軍のですね、父親とですね、母親がですね、なんと殺されていくというようなところになっていきます。そしてヨンチャンテ軍もですね、最終的には1613年にですね、暑いですね部屋に閉じ込めてですね、そして韓国にオンドルというですね、部屋を温めるですね、システムがありますけども、たくさんのですねこの火を炙ってですね、そして、この虫殺しにするというようなところまでするわけですね。ヨンチャンテ軍はそれによってですね、死んでしまうと。そして、ヨンチャンテ軍のこのお母さんですね、王妃がですね、幽閉されていくわけですね。そういったこの結果からですね、背母殺弟というですね、ことで、儒教においてはですね、この母親を殺し、母親を幽閉したりとかですね、そして自分の兄弟を殺すということがですね、何よりも一番のですね大罪だと、罪なんだというところで、こういった背景があってですね、関永軍は暴君であったというような評価がなされてきたわけですね。しかしながらですね、この関永軍はですね、それと同時にですね、その当時、この荒廃したですね、荒れた地をですね、再復興したと、戦後のですね、この文禄の役の後ですね、戦後の復興をなしてですね、そして王宮を再建したりとかですね、それからその後の日本とですね、和議を成立して、そしてこの朝鮮通信使をですね、派遣したりとかですね、そういった外交の手腕を見せていくわけですね。そして内政においてもですね、この大同法というものを定めてですね、そして民衆のですねこの減税ですね、税金を減らしていくというような政策を取ったわけですね。もともとはですね、この税金をですね特産物ですね納めなければならなかったというところなんですけども、これをですね実際にはこの特産物を商人からですね、購入して納めなければならないという状況にもなっていたんですね。そうするととてもとてもでないとですね、このお金を払ったりとかですね、そして税金を納めることができなかったんですけども、その特産物ではなくてですね、米によってですね、そして布やですね銭も含めてですね、税金を払えるようにしたというところで、税の負担を低くしたというところなんですね。この大同法というのはですね、土地の所有に応じて土地が多く持っている人はですねたくさん納めるというようなシステムに変えていったわけですね。ですから官僚や地主はですねどちらかというと不利になったというようなところですね。それからですね、この北方民族の公金ですね、公金がこの民とですね対立していくんですけども、この半島においてもですね侵略していくというような状況にはなっていったんですけども、この民がですねこの文禄の役の時に派兵したそのお返しとしてですね、兵を出しなさいと言ってきたんですけども、この関永軍はですね、犠牲者をたくさん、なるべくならですね出したくないというところで、なんとかですね民にはこの軍勢を送るんですけども、不利になったらですね、戦争をやめなさいというような指示をしてですね、公金にはですね、自分たちは中立なんだということをですね、明らかにして、そしてどちらかからもこの、被害をですね、受けないようにしていったというようなですね、中立外交ですね、二股外交ですね、こういった外交を行いながら、この戦後においてですね
この北方民族ですねからの攻撃をですねなんとか防いでいったというんですね。その後ですね、インドにこうなっていく中でですね、黄巾とのですねこの関係がですねよくなくなってくるわけですね。どちらかというと、民をですね、崇拝していくというようなところであったんですけども、後々黄巾が秦になってですね、そして、この軍勢がですねソウルに入っていった時にですねこのインドはですねその王に向かってですね土下座してそして敬礼したというような恥ずかしめを受けるわけですね。ですからそういったところをも比較するとですね関平軍はこの外交においてですね日本もそうですしそして北方民族民との関係においてもうまくやっていったというようなですねそういう評価を受けていったわけですね。しかしながらですね、こういったことに対するですね、なんていうんですか、反発ですよね。この反発が起きてくるわけですね。特にこの聖人派とかですね、小北派ですね、素朴派とかですね、そういった派閥からですね、非難を受けながらですね、このインジョパンジョンというのがですね起こってくるわけですね。このパンジョンというのはですね、政治を正しくするというような意味があるんですけども、このインジョというのはですね、孫女の息子さんのですね、この五男のですね子供にあたるんですね。その子供がですねヌンヤン軍というですね、子供だったんですけども、この人を担いでですね、そして支持してそして院城というですね王様にしてですねそして、この関永軍を王様の知事からですね、引きずり下ろすというようなことをしていくわけですね。そうすることによって、インジョといいますね、インジョが即位していくんですけども、関永軍はですね結局はですね、最終島にですね、この送られてですねそしてそこで生をですね全うするということなんですけども、関永軍もですね、子供がいて、奥さんがいたんですけども、子供はですね脱出を図ろうとするんですけども、見つかって、殺されていくと、それを知ったですね母親は、ショックを受けてですね、自害していくというような悲惨な、晩年を、経験していくわけですね。最終的においてはですね、すぐに亡くなったわけではなくてですね1641年に亡くなっているので、その間ですね、最後までなんとかですね自分のこの王というメンツを捨ててですねそして、この人生ですね生涯をですねなんとか全うしていこうというようなところで、結構ですね、長生きしたとも言われています。こういったですね66歳までですね関永軍は生きたというところで、こういったこの世界情勢のですね背景の中でですね関永軍は王様に王の王世者になってですねそして王様になってですねそういうこの派閥争いの中でですねそしていろんな内政においてもですね問題があったんですけどもこういったこの内政や外交においてですねなんとかうまく渡り歩いてですねそしてこの政治を行っていったというところにおいてはですね、評価されているところもあります。今後ですね歴史がそういう意味ではですね少しずつ明らかにされていく部分でもあると思うんですけども、何よりもですね、この韓国のこのドラマの背景になっている部分においてはですね関永軍というのはですね、とても注目されやすい、そういう部分でもあるのでこういった背景を知っているとですねまたドラマが楽しめると思いますので、今日のですね内容が何か皆様の役に立てばとね、思っております。それでは今日のですね動画配信を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。